こんにちは、ひとさくの中島です。今回は世界一面白い折って作るコンパクトウォレットの作り方を紹介したいと思います。縫い目は完全になしでも作れるお財布なんですが、今回は2部分だけ縫って作ってます。このあたりは完全に好みの問題なので、好きな方で制作してみてください。たった2つのパーツで構成されていて、折ったり噛み合わせたりしながら制作していきます。型紙は概要欄からダウンロードできますので、よかったら制作に挑戦してみてください。では、世界一面白いお財布、早速制作に入っていきましょう。型紙は真ん中で合わせて厚紙に貼る必要があるので、どちらか片方だけは線に合わせて正確にカットしておきます。余分な部分を適当にカットしておきます。厚紙に貼り合わせていきます。ラベルシールに印刷しているので、簡単に貼ることができます。こんな感じで中心を合わせて貼り合わせていきます。まずは型紙の丸い印に合わせて穴を開けていきます。縫い穴も記載しているのですが、これに関しては使わない場合は開けなくて大丈夫です。こちらの大きいパーツの方も丸い印部分に穴を開けていきます。ボタンを取り付ける位置にも穴を開けておきましょう。先ほど開けた穴はこんな感じでカットする時の起点になります。あまりエコな考え方じゃないんですけど、型紙は何度でも印刷できるので、失敗してしまった場合も練習だと思って何度も挑戦してみてください。僕も最初の頃を思い出すと結構型紙がボコボコしちゃうことがたくさんあって、何回もやり直した記憶があるんですけど、そのおかげで今じゃ失敗することもなくなったんで、やっぱり数こなせばできるようになるんで、納得いくまでぜひ挑戦してみてください。カッターと革包丁は使い分けるのもおすすめです。個人的には細かい部分はカッターの方が良くて、直線とか緩やかなカーブは革包丁の方が作業がしやすいです。ただ、特には決めてないので、その場で使いやすい方を使ってます。これで型紙の完成です。大きい方のパーツは 1.5mm から 1.6mm 程度で、小さいパーツの方は 1.9mm からだいたい 2mm 程度がおすすめです。ちなみになんですが、今回のお財布は最後の方の折って作る部分が一箇所だけちょっと難しいんですよ。なんで、皮を無駄にするのが怖い場合は、最初は床側で練習してみてください。床側を使う場合は、型紙から線を写せないので、印刷したラベルシールを床側に直接貼っちゃえば作業しやすいです。このパーツがお財布の蓋になって、さらにペラペラにならないように芯のような役割もしています。パーツが大きいので型紙がずれないように気をつけてください。難しいなって感じたら、型紙に両面テープをつけて固定するのもおすすめです。ただし、革にテープの跡が残っちゃうので、磨いたら消えるかどうか確認してから自己責任でお願いします。
切り込み部分の穴のサイズは 1mm がおすすめです。穴が小さい方が作品が綺麗に仕上がります。こんな感じの角度がきつい部分もポンチで穴を開けておくとカットが楽になります。ポンチは角度にある程度合うサイズのものを適当に使ってみてください。ポンチを使わなくても普通に作れると思いますが、楽に綺麗に作りたい場合はポンチを使う方がおすすめです。カッターは最後に立てるのがコツです。ちなみに製作に向いている革はある程度しっかりとした張りのある担任なめしの革の方が向いています。全体的にコバ処理していきましょう。コバ処理がやりにくい箇所が結構多いんですが、頑張って磨いていきましょう。蓋の先端部分は縫い目が入るので、コバ処理は縫い終わってからで大丈夫です。バネホックを取り付けていきます。ホックの取り付けが終わったら、このお財布のメインでもある折って噛み合わせていく作業に入っていきます。まずは動画のように軽く折り目をつけていきます。折り目に水を染み込ませていきます。水を染み込ませることで折り目がしっかり癖づけできます。丸めるように折っていって、ここの切り込み部分に差し込んでいきます。入れ終わったら形を整えていきます。こちらの先端部分を切り込みに入れていきます。反対側から簡単に引き出すことができます。ここで注意点なんですが、先ほどの先端部分を入れると最終的にかなり作業が難しくなるので、
もし難しい場合は、画像のように先端部分をカットして差し込まないで制作してみてください。反対側も同じように折って丸めたら差し込んでいきます。動画と同じ向きになるように小さいパーツの方も折って差し込んでいきます。こちらの部分は中にしまい込んでおきます。この後差し込んでいく部分が非常に難しくなるんですが、2箇所の切り込みに差し込まなくてはいけないので、この部分がかなり入りにくいです。ここがどうしても通すのが難しい場合は、ちょっと前に紹介したように画像の箇所をカットして制作してみてください。この部分が中で引っかかりやすいので、指を入れて引っかかりを取りながら進めていきます。こんな感じで蓋になる頭の部分が見えてきたらほぼ成功です。あとは押し出すような感じで差し込んでいきます。時々引っ張ったり押し出したりしながらやると徐々に入っていきます。中で折りたたまれたままになっているので、指を入れて広げていきます。以上で折って作る作業は終了です。最後に中身を入れてラップを巻いて癖付けをしていきます。
ほどほどに圧をかけて1日から2日程度癖付けしておくと仕上がりが良くなります。以上で完成となります。見た目以上に頑丈な作りになっていて、噛み合わせた皮が外れてしまったりすることはないです。何年も使っていけますので、ぜひ皆さんも制作してみてください。とにかく革という素材を楽しんでほしいという思いでデザインしたお財布です。ぜひいろいろな革で制作してもらえると嬉しいです。不明点や気になることがあったら、ぜひコメント欄に書いてください。感想なども書いてもらえると嬉しいです。